金沢大学病院の教授、薬剤部長、蔡義道と申します。どうぞよろしくお願いします。未来地実証センターの中では、特にこの薬の流通も含めた、そして病院の中で、それから施設をまたがった医薬品が使用されていくわけですけども、そこのトレーサビリティを確保しようっていうのが一つの柱になります。でもう一つは、限られた医療資源で医療と介護を具体的にやっていく必要がありますので、多職種が連携していくっていうことがもう絶対前提条件になるんですね。その時に医薬品と、それからその医薬品を使うための患者背景も含めた、これをどうやって共有していくのか、それによって少ない医療資源で持続可能な医療体制を作っていく。そのために物の動きと医薬の患者背景も含めた情報を一体的に最適化していく、そういうような仕組みが必要だと考えていて、それをこの未来地実証センターの中では実現したいなということでさせていただいています。その医薬品の取り扱いをしていく上でのいろんなリスクが、あるいは落とし穴がですね、通常業務の中にもたくさんあって、これを見える化していくことで、医療スタッフも安全を確保することがたやすくなるということから、ある個別認証の技術、画像を使った認証技術なんですけども、それを使うことによって医薬品一本一本の識別、個別認証をし、その技術を使って、特に院内で課題になっている、麻薬ですね、医療用麻薬の管理、これ非常に厳格に法律に従ってやっていく必要があって、今この時間にこの病院の中のどこに何本あって、それが使用済みなのか、あるいは使用せずに帰ってきているのか、これを一元的に可視化でき、偽物が流通しても気がつけるという、そういう仕組みなんですね。この基本的な技術を使うことによって、特に医療に必要な重要な医薬品のトレーサビリティを確保するという、そういうことで今研究を進めているわけです。で、これからはやはり2040年に向かってということで、この将来ビジョンを部内でまとめたんですね。生産年齢人口が減っていくっていうこと、それも含めた人口動態の変化に対応していく、そういう中で医療全体を俯瞰したい。で、また教育面でも新しいこういう医療と介護が連携しながら、限られた医療資源で持続可能な体制を作っていくために、人材育成をしていきたいと、これに向かって先ほどのような研究もしていますし、必要な教育、人材育成というものをやろうというのが今の私たちの目指している姿です。で、今回コロナ禍で、当初はマスクが足りないとかですね、アルコールが足りないとかですね、そういう大騒ぎしたわけですね。なければ医療あるいは生活が立ち行かないっていうことが起こったわけですね。一過的に相当のコストをかけてでも確保しようということが起こりましたね。で、そういうことは実は今でも起こっていて、特に医薬品でどうやってそれを解決していくかってことなんですけども、このニーズと、要は需給のアンマッチング、これを実はこのコロナ禍でみんな気がついたことは、ちゃんと把握できてないっていうことがあったんですね。ですので、限られた医療資源の中で必要な医薬品を供給していく体制を作っていく基本的な基盤として、作る人も、それから使う人も、流通に関わる人、みんながそれを共有できるような仕組みが必要だろうというふうに考えていて、そういう基盤が整うことで、持続可能なコストで、受け入れられるような、そういう仕組みが出来上がっていく、そういう未来が来なければいけないと思っています。